数年に一度の大寒波の九州。この時我が家は地獄を見た。皆様おはようございます。ビビりの家族キャンピングカー生活小麦です。もうちょっとね、充電が結構最近まずいことになってまして、今日なんかはもうかなりカンカン照りなんですけども、結構ね、天気のいい日が結構続いてるんですけど、割と充電がない日々が続いてます。はい、そうなんです。現在九州にいる我が家、なぜか電気が非常に足りてない。我が家の電気事情をおさらいしていくと、まずキャビネット部分にジャクリー 1000EF デルタ、そしてソファーの下に大型のジャクリー1500、さらに運転席にはジャクリー708というポータブル電源があります。さらに妻が座るこのソファー、こちらを引き出すと中にはエコフローのパワーシステムがあり、こちらにも 2048Wh の大きなバッテリーが1つあります。この5つのバッテリーの容量、総じてなんと 6552Wh という大きな容量になります。この容量、実生活に例えると実際どのぐらいなのかというと、僕が使うような編集用のパソコン 100W も消費しますが、約60時間以上動かすことができます。そして24型の液晶テレビに関しては140時間以上稼働、さらに60リッターの冷蔵庫、こちらも120時間以上の稼働が可能になります。さらに夏の車中泊、必需品の扇風機250時間以上、高出力のウィンドウエアコンは8時間以上も稼働できる。つまり容量的には申し分ないわけです。問題は充電にあります。我が家の電気の作り方は2通りあります。まず車を走らせて発電させる走行充電、そしてもう一つは太陽の光で発電させるいわゆるソーラー充電というものがございます。おそらくこの段階で問題をきたしているのはこのソーラー充電であろうという見込みはしておりました。この光光と光を浴びている前方に貼られたこの2枚のソーラー、ここにはエコフローの 100W のソーラーパネルが2枚取り付けてあります。ここで発電された電気はエコフローのポータブル電源 EF デルタに送られています。100W のソーラー2枚分、発電量は 200W。 しかしソーラーは実質 80% が最大値と言われています。現在状況からして全面で太陽を捉えているのに、なんとこの時 100W にも満たない 88W しか発電していませんでした。これは発電率 44% という非常に低い水準でございます。疑ったのはやはりソーラーの故障ということで、後部に貼っている 150W のソーラーパネル2枚でもう一度テストしてみます。ここで発電された電気はエコフローのパワーシステムのバッテリーに送られます。 150W が2枚の発電量 300W、 実質発電量は 80% の 240W というところですが、で今 111W 入ってきてはいるんだけど、 150W 直列で2枚つないでて 200W 超えてこないんですね、全然。はい、ここでもあまりにも低い発電量、 150W のソーラー2枚で 112W しか発電していない。これは発電率 37% というあまりにも低い水準でした。テスト対象のソーラーたちはしっかり光を浴びている状態。この時はカンカン照りの証拠、雲一つない。しかも気温は14度、湿度 45%。 つまりソーラーも熱くなりすぎず、発電を妨げる空気中の水分も少ない。一体どこに原因があるんだ。空を眺めているとあることに気づきました。はい、そうなんです。低いんです。昼の時間が最も長い夏至の日の太陽高度は約78度。反対に昼の時間が最も短い冬至の日の太陽高度はなんと夏至の日の半分にも満たない32度。そして現在生活するこの2月の九州に限ってはなんと40度しかない。太陽の位置が季節によって違うのはもちろん承知していましたが、まさかここまで違うとは驚きでした。おそらく発電量の良い季節と比べると現在は半分ほどの発電量しかないと思います。この問題を解消するにはやはりソーラーパネルの稼働システムが必要になってきます。現在の太陽光度でさんさんと光を集めるには約60度の角度が必要になってきます。いつかはチャレンジしたい改造ですが、コストが気になる。そんな困難な生活をしている中、我が家にある一通のメールが届きました。それは九州福岡に住むローデオに乗る家族からのメール。数年前脱サラし、現在いちご農園を営んでいるそうな。ということで、あまおう大好き一家の我が家、九州熊本天草から福岡久留米へ参ります。
はい。ちょっとあ、私一回出ようか。ちょっとあれだね、予想外の。これ進んでいくのめっちゃ怖いね。私先に行ってようか。いや、大丈賢い。あ、来てる。うわー、怖ー。ありがとうございます。はい、実は天草咲洲集落から下田温泉までの389号線、この道めちゃめちゃ怖いです。キャンピングカーなど大きな車はお気をつけください。うわー、ほんと嫌な道。見えないしね。パパ、頑張れ。私走ってもいいけど。この先の道を見に行く。今からキャンピングカー来ますって走ってちょっと待っててください。引かれるよ。お、来たまた。あ、嫌なや。まあさ、もう歩いていこうか。これ超怖いんだけど、ごめん、ちょっと。大丈夫これ。3.4 メートル、高さ 3.4 って書いてあるね。3.4 メートルって書いてある。なんと GoPro 撮ってない。いや、怖いよ。うわー、何これ、絶対夜通りたくないね。まず、チカチカした方がいいんじゃない？来たー！大丈夫大丈夫。すいません。しかもこれ坂道、絶対さ、これさ、我が家の苦手な分野だね、これ。あったロデオだ。着いたよ。夫たちキャンピングカーに到着。はじめまして。ありがとうございます。はい、一瞬こわもてでたじろいでしまいましたが、ワラドチャーミング、こちらがいちご農園を営む大作さんに奥様のマリさん。すごいなと思って。わあ、すげえ、これやばいね。すごいテンション上がる。すごい。あるんですね。はい。僕買った時に、はい。このロデオ俺見てたんですよ、ネットで。あ、本当ですか。そう、60万。はい。そうです。そうです。その時に60万、これ結構怖いな。だから僕買ってる人だと思って、すげえと思って。あそこ、一応あそこなんですか。あれです。あれですよね。はい。すごい。うわ暑いですね。ちょっと感動する。うわ初めてかもしれない。めっちゃ綺麗。うわ、すごいですね。テンション上がるね。ここで軽くイチゴを支えてあげて、はい。もぎ取って食べれるっていうのはもう安心安全だよね。もろ。で今年から原農薬はいはいしてるんですよね。あ、そうなんですね。原農薬と化学肥料も半分にしてそれはでもすごく難しい調整なんじゃないですか。不安ですけど、やっぱりね、やっぱ本当安心して食べてほしいっていうのがうん。あるんで。なるほめっちゃ美味しい。取れたて嬉しい。いただきます。美味しい。美味しいね、あの皮みたい。じゃあすいません。自分でちぎってみようか。ど。これ、ま。眼瞼下垂から始まって、なんか手がこう力が入りにくくなったり、なんかだるくなったり、体が他で仕事するのが難しくなって、どうしてもなんかこう急になんかこう体調悪くなったりとか、だるくなったりするんで、それもあってもう
こう自分たちでできることないかなみたいな。いざ始めたら休めないという休みないまあ現実やっぱりそういう感じになっちゃう。忙しくって。忙しくってすごく。か。本当に寝れない。そんなに寝れなかったのか。もう寝れないとお金にならないし。朝には次のイチゴが待ってるから収穫しに行かないと残るじゃないとちぎらないとなんかダメになってもちぎらないといけないから結局ちぎらないといけない。僕4日ぐらい風呂入らんの当たり前だし。試練と挑戦の連続。予想だにしないことが時として起こることがありますが、そんな時の人の助けというものはかけがえのない財産になります。そしてそれは前に向くためのエネルギーにもなる。彼らはもう一度イチゴに向き合い、学び、そして試行錯誤していきます。令和4年3月、土壌微生物と酵素の力を使ってとうとう減農薬に成功。川勝ファミリーに大きな光が灯った瞬間でした。2023年1月、大寒波の九州、我が家にも大きな事件が起きていました。連日39度を超える高熱にうなされる日々、3日寝込みました。そして1週間ほぼ体力が戻らない。1年間使っていなかったトイレを開放し、事実上車の中で缶詰状態で生活しました。体力が戻った後、精神的なダメージを感じました。小さいことで喧嘩し、前向きにならない。そして気丈な妻が床にこぼれた飲み物を拭いているとき、ある言葉を発しました。彼らの戦いの奇跡に勇気づけられ、彼らのイチゴを食べて元気を取り戻したわけです。カーカスファン、ありがとう。また来るぜ。お姉ちゃん、いっぱい遊んでくれてありがとう。絶対に忘れないよ。お姉ちゃんへの手紙ね。いいんじゃない？ OK？ OK？ よし、行こう。また来てください。いっぱいありがとう。気をつけて。